んにちは、しゅい、どうも、山桃です。質問コーナー、お待たせいたしました。やっていきましょう。一人暮らしは何歳から始めましたか？一人暮らし大学1年生の時やから18歳。ペット飼う予定はありますか？自分の世話で精一杯やから飼う予定ありません。山桃ちゃんは大学とか行ってましたか？またどんな大学行ってましたか？私は4年生の大学に行ってて、ゴリゴリの文系でした。今から YouTuber 以外の仕事するとしたら何したい？私ね、飲食店で働いてる時めっちゃ楽しかったよね。飲食店とかで働きたさあるね。カフェとか雑貨屋さんも憧れあります。いいよね、いいよね。よく使う絵文字ランキングお願いします。これ最近はなんかびっくりマークとかにねハマってます。おじさん構文みたいなちょっとハマってます。学生時代何の習い事してましたか？ほんまにちょこっとやってたやつとかもあって、バトン、フラダンス、ドラム、そんなもんかな。フラダンスが一番長かったですね。3年ぐらいやってました。オタクなったのいつですか？親の影響もあると思うねんけど、親が漫画とか好きやったからその影響でね、イニシャとか見てたりして多分オタクになったんだと思います。今年したいこと3つ教えてください。今年ね、やりたいことはあるんやけれども、ちょっとご時世見ながらにはなるが、イベントやってみたいよね。みんなに会える機会が欲しいです。雑貨作ったりしたいね。ただただ私の願望やねんけど。3つ目、去年よりも忙しい年にしたいですね。お休みの日は家で過ごすことが多いですか？間違いなくそう。9対1の割合で引きこもって漫画読んだりゲームしてます。毎日休みみたいなもんなんやけど。どこのお財布カバン使ってる？最近気に入ってるのは ZOZO タウンで買ったこれ。バッグとお財布が一緒になってるやつでめっちゃ気に入ってます。今ハマってるお菓子はグミ。あとあれ、タブレット型になってるヨーグレット。あれが好き。お菓子みたいなお菓子好きです。洋服はどこで買ってますか？最近いっちゃん多いのはユニクロ。あと GU グレイル、ダブルクローゼット、アプレジュール、クラシカルエルフとかクティールとか、ZOZO タウンで買うことが多いんやけど、ちょっとお高めのところで言うと、たまにナイスクラップとかフーズフーチコとかチャオパニックとか。次、今使ってる iPhone ケースを教えてください。これはね、韓国通販サイトで買ったここのやつなんやけど、モイムってところで買いました。いろんな韓国雑貨のブランドが入ってる通販サイトやねんけど、そこで買って、これ自分で印刷したポズメズをね、ここに入れ込んでます。新曲マジでちょっとテンションぶち上げ。一人暮らしでお化け怖いなって思うことありますか？私は生まれてこの方心霊体験をしたことがなくてですね、お化け怖いなって思うことはね、あんまないんですよね。ホラー系のものを見た時はちょっと怖くなったりはするけどね、あんまり怖くはないかもしれない。クローゼットとかってどうやって整理してますか？まず前の家から今の家に引っ越す時にクローゼットがねたくさんあるお家をちょっと視野に入れてまして、なのでクローゼットがね今ねちょっと2つあるっていう感じなので、そこにね収納してます。動画とかを見てそのお洋服ええなーっていうやつとかがあったらね送ったりしてますね。撮影のカメラ何使ってますか？今これ撮ってるのはソニーの Vlog カメラってやつです。美肌効果がついとる。ほんでなんて言ったってね、こっちにモニターついてんだけどインカメにできる。自撮りとかする人はおすすめ。 YouTube やめたいと思う時期ありましたか？正直これはないね。YouTube やめたところで私は路頭に迷いますので、やめられないっていうところでもありますね。好きなことをやらせてもらってるからさ、 YouTube でもそれで見てくれてる方がいるから本当に楽しくやらせていただいてます。ありがとうございます。フリーランスで働くことのメリットは、自分でスケジュール決めれるのがいいよね。やし、サボろうと思ったらサボれるわけよ。それしたらね、収入面ではちょっと不安定なので、動画を出さなければカツカツになっていくと。そういうのはありながらも、やっぱり自分でね、朝はゆっくりしたいって時は朝はゆっくりできるし、急な予定が入ってもそれに対応できたりするのはね、時間にとらわれへんのはかなりメリットかなと思います。自分でタイムスケジュールを組むっていうのはメリットの反面ね、すごい大変ですね。気づいたら堕落していきそうなんで、本当にちょっと紙一重ではあるね。最近どんな時に一番幸せを感じますか？美味しいもの食べてる時。やっぱ食は人を幸せにする。今使ってる柔軟剤教えて。これです。こういうのよく使う。家電の中で一番お金かけた方がいいってものありますか？やっぱ冷蔵庫ちゃうか。パソコンを除いて自分家で一番高い家電って冷蔵庫やもん。自炊せえへん方でもね、冷凍庫はでかい方がいいと思う。やっぱ保存できるし、冷凍食品もたくさん買っとけるわけやんか。いいかなと思います。ゴリラとチンパンジーどっち派？ゴリラ。好きなポテトはどこのですか？ケンタッキーとか太めのねじゃがいもがたくさん入ってるのが好きです。初めて彼氏ができたのは何歳ですか？16。高1。今まで経験してきたバイトを教えてほしいです。私ほんまに飲食店しかやってないんですけれども、うどん屋さんと焼肉屋さんで日雇い派遣みたいなやつをやってた時は、イベント会場のお菓子の販売、こちらお試しどうぞ、めっちゃ楽しかった。イベントスタッフも1回だけその派遣でやったことがあるんやけど、めっちゃ寒い時やって凍え死ぬかと思った。でもねトランシーバー使えたのがめっちゃ楽
楽しかった。最近ハマってるチャンネルや好きな YouTuber さんはいますか？ゲーム実況者さんはよく見るんやけど、その中でも見てる YouTuber さんはもうずっと東海オンエアさん、実はメンバーシップも入ってるぐらい好きですねで、最近はほんまにファミリー系の YouTuber さんにめっちゃハマってまして、ポルポルさん、ゆずみつさん、キリのチャンネルさんやシーメロさん、もうファミリーチャンネルばっかり見てます。マジでおもろい、癒される。最近よく使う LINE スタンプ、最近よく使ってるのはこれ、いつやったっけ、スマホの中身とかかなで言った時とね、よく使ってるのがそんな変わってないかもしれんにプラスして最近買ったやつとかが入ってるかもしれないんですけれども、どうやったら貯金できますか？ちょっと待ってくれ、貯金ね、私に聞かん方がいい。本当にね、私貯金できない人やったよね。大学の時はね、親の常かじりやったので、親に仕送り送ってもらいながらもバイトとかしてたんやけど、バイトで稼いだお金は服とか買ってたので、マジで貯金なかった。貯金ってね、ガチで貯金しようって思わんとね、もう難しいよ。でもね、社会人の時とかね、やっぱ無理やりにでも貯金せなあかんと思って、積み立て系のやつでね、やったりしてます。山本さんがよく使ってるネイルが知りたいです。セリアのジェルネイル、これいいよってみんなにね、おすすめしてもらってからほんまに愛用してます。めちゃめちゃいい。ジェルネイルじゃない時は、キャンメイクとかネイルホリックをよく使ってます。動画配信サービス何入れてますか？おすすめ知りたいです。アニメばっか見ます。アニメ見る子はね、D アニメが一番いいんちゃうかな。アニメ好きな友達が言ってた。でも私はね、D アニメは入ってなくって、Hulu、Netflix、Amazon プライム、この3つです。見たいアニメは大体この3つで見れるかな。Hulu 入ってる意味あんのかって思うかもしれへんねんけど、定期的にね、映画の配信をしてくれんのよね。コナン君のために入ってます。使ってるスキンケア教えてください。今私が使ってるスキンケアは、アルビオンのね、シリーズなんよね。全部 LINE 使いしてる。どんなもんかなって試してる段階です。おすすめの旅館や温泉はありますか？自分がね、昔住んでたっていうのもあって、兵庫県のやっぱ有馬温泉とか、城崎温泉はおすすめ。有馬温泉は割と神戸とかからでも1時間以内で行けるぐらいアクセスがいいんよね。なおかつ日帰りでも楽しめるぐらいね、温泉も回れたりするから食べ歩きもできるし、城崎はちょっとアクセスがね、ちょっとやっぱ遠いんよね。やねんけどね、やっぱ宿泊ってなると城崎いいよね。私卒業旅行友達と城崎行ったもん。マジでよかった。ロープウェイとかもあって楽しめます。なんか待って、これ出さない？好きなお酒があれば教えてください。私が好きなお酒は本搾りシリーズです。大好き。そんなにめちゃめちゃ甘いってわけではなく、程よくさっぱりで、なおかつ無添加で罪悪感なく飲めます。チューハイラブです。特にレモンサワーが好きです。最近嬉しかったこと、漫画家さんとかツイッターでフォローしてたりするんやけどさ、自分の好きな漫画家さんからフォローが返ってきた時、もう嬉しい。ほんまにありがとうございます。なんで返してくれたって、もうありがとうございますって気持ちになってます。おにぎりの好きな具は、もしかしたら邪道かもしらん。おにぎり好きの方に怒られてしまうかもしれんが、私はエビマヨ。好きな色を教えてください。最近はやっぱね、イエローが好きです。原色っぽいイエローも好きやし、こういうねマスタードっぽいカラーも好きやし、そしてグリーンも好きです。山本ちゃんは LINE の返信とか早いですか？ゴリ遅い。私返事返すのほどめんどくさいことはないと思ってんねん。 LINE の返信マジでめんどくさくって、なんかあれやったら私すぐに電話したい派で、もう LINE めんどくさいです。お仕事してますか？してません。お仕事他でね、 YouTube 以外に何かされてますかって聞かれることも多いんですけど、 YouTube だけですね。ニートみたいな生活を送ってますね。彼氏はいますか？彼氏はいません。まあね、彼氏は欲しいなって思うこととかもあるんですけれども、なんだかんだ幸せな日々を送っておりますので、彼氏がいなくても今は幸せだと胸を張って言えます。みんな私の分まで恋人と幸せになってください。最近いつ恋愛をしましたか？そもそも恋愛もしてません。なんかそういうキュンキュンする気持ち、ときめく気持ちは全部ね、私二次元の推しに愛が向かっちゃってて、ここ4年ぐらいなくって、残念ながら本当に恋バナができません。好きな異性のタイプは？恋人にしたいタイプって話でいこうか。本当に私をまるっと愛してくれる人、愛情表現してくれる人ね。もうこれに限る。とりあえず愛さえもらえればいいよ。面白くて優しくて、でも喋りが上手いとかさ、やっぱあるわ、出てくるわ、どんどん他にも。こんなんやってるからあかんねやわ。いつから人を選べる立場だと錯覚していた？音楽のプレイリスト知りたい。お気に入りのプレイリストはこれですね。 Apple Music に入ってますので、そこに入ってる曲をね聴いてるんやけど、パラライの曲とかアンスタの曲とか、あとはポルノとかエルレガーデンとかバンプ、ボカロ好きやからボカロも多いねとか、なんかバーっていろいろあって、であとはね懐かしい曲とかも好きやから、オレンジレンジとかね、昔の自分が中学生ぐらいの時の曲とか聴きたくなっちゃって、あらとも好きやな。雨ざらし
とかね、ムームーンとか、木村カエラ、クリープハイト、はい、アクアタイムとか。ワンオクとか。私ね、好きなアーティストさんがでっかくいるっていうよりも曲で好きになって聴くタイプなので、曲で好きなやつとかがね割とプレイリスト入ってます。将来の夢ってある？仕事でもプライベートでも何でも。将来の夢はですね、雑貨を作りたいっていうのはあるね。これは前から言ってるんやけど、旅本とかやも旅みたいなさ、いろんなとこ行ったやつをまとめた本とか出したりとかさ、そういうのができたらいいなとは思ってるけれども、まあ何年先になるんやいて。山本ちゃんが YouTuber になったきっかけは、これはね、過去の喋ってる動画とちょっとね同じことは喋っちゃったりしてるかもしれへんねんけど、喋らせていただきます。YouTuber になる前はゲーム実況が好きやったから、ゲーム実況者さんになりたかったんよ。マインクラフトとか好きやったから、社会人時代にやろうかなみたいな、ニコニコでゲーム実況しようかなとか思ってた時期もあったんやけど、なんか勇気が出ず、仕事も忙しかったしやってる間もなかったから、まあいっかとか思って普通に働いてたんやけど、新卒で入社した会社を辞めることになって、骨をこの地にうずめようと思ってたぐらいやったから、なんかそこの会社を辞めた時に結構喪失感みたいになったんよ。私の将来の夢なくなってもうたと思って、ほんな何しようかなってめっちゃ思ってたんよね。でそのまんま仕事せんとね、やっぱニートじゃ食いっぱぐれるので事務の仕事をやったよね。その後派遣社員みたいな形で、その時にジモティっていうアプリ、わかる？地元のさ、ソファーとかいらなくなったやつ無料であげますよみたいなとかさ、そういうので使われてたりするアプリやったんやけど、メンバー募集とかがあったよね。ジモティにサークルとか作ろうぜとか、バンドメンバー募集しますとか、なんかそういう人募集のカテゴリーもあって、そこで YouTuber 募集みたいな。その時私兵庫県に住んでたから、三宮で6人グループの YouTuber 作りませんかみたいな人がおって、面白そうと思ってさ、やったこともないのにやね、はーいって言ってさ参加して6人が集まったんよ。実際に会ってはなくって6人組になったんやけど、まあそらクセ者揃いやったんよ。向こうから見たら私もクセ者やったんかもしらへんけど、身内だけのノリでやれたらいいっていう人とかもおったりとか、いやでも私はやるからにはさ、それはもうトップ目指す勢いでやらんといかんのちゃうかって思ってて、多分私の気持ち180度違うやんか。だからね、これが方向性の違いかと思って6人組でやる予定やったんやけど、3人に減ったんよ。で3人になって、私女の子男の子みたいな3人組になったんやけど、その2人とはね会って我が家で動画も撮ったんよ。撮ったんやけどね、全部私任せというか、私がなんかパソコンでカタカタしてて、残りの2人はねちょっとなんかテレビ見てるみたいな、私だけ頑張ってんなみたいなさ、なんかちょっと謎な状況やって、やっぱねやる気が自分と同じぐらいの人じゃないと難しいなって思ってる人とやるのは。で YouTube やりたい欲がねすごい高まってたんよね。だから6人でやろう、ダメになりました。じゃあ次3人でやろう、ダメになりました。こんなん1人でやるかと思って、それまで YouTube って本当見たことがなくって、だから何したらいいんやろうっていうのが分からへんかったんよ。自分はどういうことをやっていくかみたいなもう決まってなくって、あげたのが最初の1本目、部屋にブランコ作る動画ですね。その後 YouTuber といえばマルチな人やなって思ってたからね、マルチ系の動画を過去は出してるんですよね。もう今血迷ったかみたいな、もういろんなチャンネルがある中で発見してくれて本当にありがとうございます。もういつもこの話するとね本当長くなっちゃうんよ。次行きましょう。山桃流ストレスの対処法。食べる、一人カラオケ、泣く。泣いたらマジでストレス発散できるから、ちょっと感動する映画とか見たりするね。そういう時に割とみんながグレイテストショーマンです。私はメンタルがどん底になってしまった時、山桃ちゃんならどうやって元気出しますか？いろいろと本を読んで今のメンタルになったわけよ。メンタルっていうかちょっと前向きになれたわけですよ。小林正観さんとか斉藤ひとりさんとかの本読んで、なんかもう生きてるだけでハッピーなんやなみたいな。今自分の自我を持って生きてることがすごくない？なんか自分の意思で手とかも動かすわけやんか。どないなってんのって思うわけよね。なんかこう深く考えた時に浅いな。自分という人間が今この世に生きてることって割とすごくねっていうのをふとした瞬間に思うのよ。そう思ったら嫌なこととか落ち込むこと、悲しいことが起こった時とかも、その時間ってマジで一瞬やったりするわけやんか。長い目で見た時ねって思うとね、なんかこう小さく感じてくんのよ。私の考えやからね、文句は受け付けさせて、落ち込むのは落ち込むんよ。3日間とか落ち込んだりする時もあるんやけど、そういう時は自分の好きなことして自分の機嫌取って、そうしたらね薄れていくから参考になったら嬉しいです。独特な質問なんですけど、好きな歴史上人物教えてください。フランシスコ・ザビエル。ただただ立ち絵が好き。好きなディズニーキャラクター、プーさんとドナルドとプリンセス系はラプンツェルが好きです。ディズニーランド行ったら必ずすることは、食べるものは必ず食べるものは骨付きのチキン食べます。そして絶対ランドで乗りたい乗り物はカリブの海賊。 C はインディ・ジョーンズ。大好きです。一番好きなポケモンなんですか？コダック。かわいい。グッズとか漫画とか中古で買ったりする？ある。漫画はね割と
半分ぐらいは中古ですね。ブックオフとかで買ったりしてるやつも多いです。初めてメイクをした時何から始めましたか？最初はね、リップ。もう下地とか何もわからんかった時ね、とりあえず赤リップだけ塗ってました。人生最後の食事何にしますか？焼肉。山本ちゃんはじめまして。毎月の一人暮らしの光熱費の合計いくらぐらいですか？私ずっと家おるから電気めっちゃ使ってる。暖房も割とずっとつけてる。めちゃめちゃお風呂入るから水道代ガス代はかかってるかなって思ってで見てみたんやけどね、こんな感じでした。合計今割と暖房使っててこんな感じでした。 DM は見てますか？見てます。返事はね毎回返せるわけじゃないんやけど、ちょんっていいねつけさせてもらったりとか、何かしら私に伝えたいことがあったら送ってくれたらマジで嬉しいです。桃のみちゃんって勝手に自称してもいいんですか？ファンネームはねつけさせてもろてますが、桃のみちゃんで名乗ってくれたらすごい嬉しいしさ、 Twitter とかもねファンマークの桃と虹みたいなのつけてくれてるの見るとね、もうほっこりしちゃうのよ。ありがとうございます。もう全然自称しちゃってください。むしろ自称してくれたら嬉しいです。自分へのご褒美はどれぐらいの頻度でどういったものをしていますか？自分へのご褒美は割と食にすることが多いんやけど、食に関しては週1ぐらいで自分へのご褒美したりしますね。それこそさ、ちょっと出前で今日はちょっと焼肉弁当頼んじゃうかみたいなこととか週1でやってます。結婚する予定はありますか？結婚する予定、そうですね、32、3とかで結婚できたらいいかなみたいな思ったりしていますが、本当にも兆しがないもんでどうなるやらって感じやねんけどさ。質問コーナー終わりー。ちょっと待って、イケボがマジわからん。私の中にイケボという生態が存在していない。最近ねインスタで募集させていただいた質問にいろいろ答えてみたんですけれども、またなんかね質問とかあったらインスタとかで募集したりとかそういうのとかもねあるかもしれませんのでね、インスタのフォローよろしくお願いいたします。これからもねよろしくお願いいたします。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。